こんにちは、大輔です。本日はコロナ後の海外旅行がどういう風に変化するのかっていうのを5つの変化を持って皆さんにお伝えしたいと思います。おそらく海外旅行好きの人って緊急事態宣言明けにどういう未来が待ってるか気になってるんじゃないかなと思うんですよね。で、中には相当なストレスを抱えてる方もいらっしゃると思うんですけど、私もその一人なんですよね。3月以降で予定してたスケジュール、海外渡航のスケジュールが5本ぐらいあったんですけど、全部取りやめになった人間です。で、こいつ誰やねんっていう、疑問を持つ方多いと思うんですけど、私年間の海外渡航回数がちょっと数えてみたんですけど、20回を超えてるんですよ。で、ここに九州だとか、関西圏だとか、今東京に住んでるんですけど、そっちに出張する機会も結構多いんで、片道1回として乗り継ぎもカウントすると、飛行機乗る回数って年間に60回近くなってんじゃないかなと思うんですよね。なので月に1回5回乗るっていう、そういう計算なんですけどね。じゃあ本題に入りましょう。この5つなんですけどね、出張激減、GPS 携帯の義務化、入国制限が厳しくなる、保険加入の重要性が高まるっていう話ですね。プライベートであっても職場に連絡が必要になってくるんじゃないかっていう、この5つに関して私なりの考えというのをお伝えしたいと思います。ではまず1つ目。出張が激減するって話なんですけど、今回のコロナの件で多くの企業がテレワーク、要は非対面で商談をするっていうことになってるんですよね。で、それが多くの企業でうまくいってるんですよね。皆さんもう一度言いますけど、うまくいっちゃってるんですよ。で、なのでですね、コロナが仮に収束したとしても、どれだけの企業がこれまでと同じように、ビジネスクラスでバンバン出張行ってこいっていうのを、許すかっていうのは、結構変わってくるんじゃないかなと思いますよね。で、例えばアメリカだとか EU 諸国に日本から1週間出張するってなると飛行機とホテル代って皆さんどれぐらいかかると思いますかね。例えばエコノミーで行ったとしても、軽く50万とかかかっても全然おかしくないんですよね。で、ビジネスクラスになると、この2、3倍、もう100万を超えてくるみたいな金額がかかってくるわけなので、今までみたいにこれバンバン出張行くっていう文化が、結構なくなるんじゃないかなと思うわけなんですよね。で、皆さんも経験あると思うんですけど、アポイントを求められた時に、の切り返しって去年まで2019年までとコロナが起こってからの世界ってもう変わってきてると思うんですよ。これ何を言ってるかというと、2019年までって打ち合わせしましょうって話があると、これってオンラインで実施する必要ありますかっていうことが、言われる機会が多かったと思うんですけど、なので、実際に会いに行くっていう手段が多かったということですよね。で、2020年になってコロナの問題が起きると、そのアポイントを求められた時の切り返しっていうのがですね、これって実際に会って行う必要ありますかっていう聞き方に変わってきてるんですよね。実際私の周りでも完全にこれはもう変わっちゃいましたよね。というのが一つ目の出張が激減という話です。で、二つ目なんですけど、GPS 携帯の義務化ですね。で、これはなんでこんなことが想像できるかというと、海外からの渡航者って最も警戒されるんですよ。で、これなぜかというと、世界中にコロナウイルスが広まった理由の、大きな原因の一つが海外旅行者からの伝染だからなんですよね。で、どういう経路で誰と接触したか。で、GPS の携帯、もしくはログの提出っていうのが求められる話っていうのは、想像にたやすいですよね。で、過去に見守り携帯がもうすでにサービス化されてますし、で、浮気調査のために夫にGPS を仕込ませるみたいなアプリって、スマホアプリってもう世の中にいっぱいありますよね。なので技術的には十分対応可能なんですよね。で、国によっては指定のアプリケーションをインストールをしなさいよっていうふうに、言われるケースっていうのは、出てくるんじゃないかなと思います。で、三つ目なんですけども、入国審査が厳しくなるでしょうと。で、これ海外からの渡航者最も警戒されますよって話をしたんですけど、これによる決定的な違いってやっぱ入国審査に
あるんじゃないかなと思っています。で、私の経験上なんですけど、今年のね、2月3月に海外に渡航するときって、必ず聞かれたことがあると、必ずチェックされたことがあって、それって中国の渡航歴があるかどうかって、絶対入国審査でチェックされてたんですよね。で、なんでアメリカだとか、多分 EU 諸国とかアジア諸国とかね、中国の渡航歴が2週間以内にあると、入国自体ね、できなくなっていたっていうようなことがありました。で、これと同じようなことが、これからね、起こってくる。これ継続されていくだろうと、思います。で、そして入国審査の際に体温検査っていうのが必須になるでしょうし、それに加えてね、もしかしたら抗体検査も、場合によってはこれ、義務化されるみたいなことがね、あるかもしれないですよね。はい、ということで、また次の話なんですけど、保険加入の重要性高まりますよっていう話なんですけど、それでもね、どうしても海外に行く必要があるんだって言って、出て行ったはいいんですけど、もしね、海外でコロナにかかっちゃったりだとか、コロナじゃなかったとしても、ただ単にね、風邪をひいちゃったよっていうだけでも、大騒ぎになるって結構想像しやすいと思うんですよね。で、最悪ね、ちょっと微熱が出ちゃったとかで、最悪飛行機に乗れなかったりすると、帰国ができなくてですね、現地で回復を待つってことになります。で、そうなると、現地のね、医療機関にかからざるを得ないって話になるんですけど、この時に問題になるのが医療費なんですよね。で、日本ってね、めちゃくちゃ恵まれていて、なんでかっていうと、国民皆保険って皆さん聞いたことありますよね。日本って医療技術が発展してる上にね、かかった治療費の3分の1のみの支払いで済んでしまうという、世界中で見てもね、稀に見る、めちゃくちゃ恵まれた国なんですよね。で、これがね、外国ってなると、大きく事情が異なるんですよ。で、皆さんに紹介するのニューヨークのね、NPO 法人のフェアフェイスっていう調査結果をもとに紹介したいんですけど、例えば、アメリカ渡航中に保険を入ってない人がですね、コロナにかかって、完治するまで治療してもらったとすると、どれぐらいの自己負担額がかかるのかっていうのを、ここの調査機関が発表してます。日本円で言うとね、820万だそうなんですよね。考えられないですよね。なんで海外旅行行くときって、今までもね、十分重要だよっていうふうに言われてたと思うんですが、今後さらに医療保険の加入っていうのは、マストになってくるんじゃないかなと思います。それではね、最後の件なんですけど、プライベートであっても職場に連絡必須ということで、理由はね、シンプルで一つだけなんですよ。で、これってなんでかっていうと、隔離される可能性があるからです。で、これね、仮に日本の緊急事態宣言が終わった後だったとしても、行く先の国の、そういったロックダウンが解除されてるかどうかってわからないですし、仮にね、解除されている中で行ったとしても、旅行してる最中にロックダウンに再度なってしまうってことも考えられますよね。あとはちょっと風邪ひいちゃったとかで入国審査だとか出国審査で熱が検知されると、それで飛行機の搭乗はできない可能性がありますからね。そうなるとほぼ間違いなくね、隔離コースが用意されてるっていうことになるでしょうね。で、私もね、プライベートで、出向きたい理由をね、持ってる人間の一人なので、このあたりのね、社会人としてのレギュレーションっていうのは、いち早くね、整理をして皆さんにお届けできるようにしたいなと考えております。はい。ということで、この後ね、少しでも早く、この事態が収まることを期待してですね、皆さんステイホームということで、本日もご視聴の方ありがとうございました。